はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は Steam で2021年9月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。新しいゲームはどれもね面白そうに見えますね。今ね私は1週間セールで買ったユーロトラックシミュレーター2にハマってますね。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにティンバーボーン、2021年9月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は 24,498 人。ビーバーによる都市建築シム、人類滅亡後の世界、ランバーパンクと呼ばれるビーバーの世界を舞台に独自の進化を遂げたビーバーたちによる都市建設シミュレーションです。ビーバーにはそれぞれに特性を持つ2種類の種族が存在。自然に優しいフォークテイルと働き者の集団アイアントゥース、どちらかを選択してプレイしていくことになります。基本的には資源を集めて住居を建て、食料や娯楽などを設置して従来のシティビルダーと同じような都市建築を行っていくオーソドックスなシステム。環境が破壊されてしまったこの世界では交互に繰り返される厳しい雨季と乾季に対応しなければなりません。洪水が起これば街は壊滅的な被害を受け、日照りが続けば水不足で農地を維持できません。ダムや水路を建設して水資源を適切に管理することが重要です。建物は都市建築シムには珍しく2階建て3階建てと立体的に建物を建てることが可能です。街が大きくなっても垂直方向に増築すれば土地問題が解決しそうですね。ティンバーボーンは2021年9月16日リリース予定日本語対応の作品です。イーストワード、2021年9月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は 55,129 人。参考価格は 2,680 円。アジアンテイストあふれるアクションアドベンチャー。舞台となるのは滅びゆく世界。タタリと呼ばれる瘴気が世界中に広がり、多くの人々が命を落としていく中、タタリから逃げ延びた人々は地下に村を作り生活することになった未来の世界。炭鉱で働く真面目な男ジョンはある日、地下深くの秘密の施設で不思議な力を秘めた少女サンと出会います。外の世界を知らないジョンと外の世界への希望を信じるサンとの出会いはまだ見ぬ地上への冒険へと誘います。ゲームシステムはジョンとサンを交互に切り替え、パズルや謎を解きながら進んでいく見下ろし型のアクションアドベンチャー。2人はそれぞれにアクションが異なり、ジョンはフライパンや爆弾などで障害物を破壊することができ、サンは魔法のような能力で特定の障害物を一定時間消滅させることができます。ゲームの雰囲気はマザーシリーズにインスパイアされていることもあり、キャラクターもちょっと変わった魅力的な人々ばかり。3D の光源システムとレトロなピクセルドットが美しく、アジアンテイストの美しい都市のデザインが印象的な作品。イーストワードは2021年9月16日リリース予定日本語対応の作品です。テイルズ・オブ・アイアン、2021年9月17日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は 4,988 人。ネズミとカエルの戦いを描くアクション RPG。 架空の中世をモチーフにネズミの王国がカエルの軍団の侵略を受け崩壊した世界を舞台にした 2D 横スクロールアクション RPG。 プレイヤーはネズミの王の後継者レジーとなって崩壊した王国を再建すべくカエル一族を率いるグリーンワートとの戦いに挑むといった物語。メインのストーリー以外にもサイドクエストや仲間と闘技場で活躍したりと寄り道的な要素も豊富に用意されているみたいです。戦闘アクションは武器や防具を付け替えることで様々なプレイスタイルを楽しむことができます。回避を犠牲にして重装甲で強力な一撃を放ったり、弓矢を使った遠距離攻撃など自分の好みのプレイスタイルにカスタマイズが可能。本作はソウルライクに影響を受けていることもあり、かなり緊張感のある戦いになりそうですね。テイルズ・オブ・アイアンは2021年9月17日リリース予定日本語対応の作品です。セーブ・ズ・スティール、2021年9月18日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は 5,808 人。赤暗の狙撃者によるスタイリッシュ FPS。 主人公は片腕ながらも機敏な動作で敵を仕留める銃の名手スティール。左腕をなくす原因となった復讐のため巨大企業に単身乗り込むといった物語。ゲームシステムは武器のリロードとかはなく、倒した敵の銃を奪いながらステージを進んでいく。バレットタイムと言われるスローモーション効果や二段ジャンプ、ウォールランなどを使いこなし、華麗に敵を葬り去る。さらに亡くなった左腕にはスラグと呼ばれる大砲のような武器が装備されており、壁や物などオブジェクトを破壊したり、パワードスーツを着た敵をコッパみじんに粉砕できます。
ハイスピードかつスタイリッシュなアクションに加え、スラグによる強行突破などプレイ次第ではいろんなスタイルで楽しめるガンアクション。体験版も日本語で遊べるので、ご興味ある方はチェックしてみてください。セーブズスティールは2021年9月18日リリース予定、日本語対応の作品です。トーエム、2021年9月18日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は2637人。写真を撮って旅をするモノクロアドベンチャー。全編白黒で展開されるグラフィック。スカンジナビアの穏やかな風景にインスパイアされたという美しい手書きの世界が印象的な本作。物語はタイトルにもなっているトーテムと呼ばれるとても美しい魔法の現象を自分自身で見るためにカメラを片手に旅に出るといったストーリー。トーエムが見られるキールバーグ山脈の頂上を目指して旅に出る決意をした主人公。旅の移動にはバスに乗る必要があり、乗車するにはコミュニティスタンプを集めなければならない。旅の先々でちょっと変わったこの世界の住人たちと出会い、祖母から譲り受けたカメラを使って住人たちの願いを叶え、乗車賃の代わりにコミュニティスタンプを集めていく。登場する住人は人間から動物、霊的な存在に至るまで、悩みを持つキャラクターは様々。のんびりとした世界でリラックスできる音楽に耳を傾け、トーエムを探しに出かけましょう。トーエムは2021年9月18日リリース予定、日本語対応の作品です。ポーションクラフトアルケミストシミュレーター、2021年9月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は27,704人。ポーションを作る錬金術師シミュレーター。薬草などの材料を錬金釜に入れてかき混ぜて加熱させればポーションの完成。来店してくる町の人々が必要としているポーションを作って販売していく錬金術師シミュレーション。プレイヤーは新米錬金術師として長い旅に出たが、旅の途中でようやく商売を始められる場所を見つける。長い間使われていないような廃屋には錬金術の設備などがあり、もともとは錬金術師が住んでいた家のようだった。ここから薬屋として町の人々に必要とされる錬金術師になっていくといった物語。ポーションを作る材料は魔法の裏庭や商人から購入。傷薬や火傷の薬、ネズミ駆除剤など様々なお客様の要望に応えて店を切り盛りしつつも、錬金術マップを頼りに新しいポーションを次々に開発して錬金術師として成長していく。本作体験版も日本語対応だったので実況してみたんですけども、このゲーム体験版なんですけども、終わりがなくずっと遊んでいられるんですね。コツコツ錬金してお金を稼いで材料や設備を買い足していく。そして錬金術マップを広げて新しいポーションをひらめく。変な中毒性があって気づいたら朝でした。土曜日でよかったです。ポーションクラフトアルケミストシミュレーターは2021年9月21日リリース予定、日本語対応の作品です。シェルタード2、2021年9月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は8905人。前作シェルタードはドットの荒さがありながらも評価は非常に好評な作品。残念ながら日本語対応はしていませんでしたね。文明が崩壊してから20年が経った終末世界を舞台に過酷な地下シェルターで生き延びるサバイバルシミュレーション。乏しい物資を管理しつつシェルターに住む生存者の欲求を満たし、彼らを少しでも長く生かそうと悪戦苦闘するリソース管理がメインとなるゲームです。グラフィックも 3D スタイルに一新。新要素として派閥システムが投入され、他の派閥と交流して資源援助や物々交換など同盟を結ぶことができるとのこと。本作はシェルターのリーダーが死亡してしまうとゲームオーバーとなり、最初からチャレンジし直しになるパーマデスを採用としているので、緊張感のあるプレイを楽しめる作品となっております。シェルタード2は2021年9月21日リリース予定、日本語対応の作品です。インサウンドマインド、2021年9月28日リリース予定、日本語対応の作品です。フォロワー数は4375人。精神世界をめぐるサイコロジカルホラー。プレイヤーはセラピストのデズモンドとなり、患者とのやり取りを録音したテープを使って患者の精神世界に入り込み、深層心理の奥を探っていくホラーアドベンチャー。ゲームの舞台となるのは水没してしまった小さな町ミルトンヘイブン。デズモンドは水没した建物の中で目を覚ます。建物内には彼のオフィスや自宅などが存在し、飼い猫であるトニアがこの世界を導いてくれます。建物内を探索することで患者とのやり取りを録音したテープが見つかる。全ての患者がそれぞれに問題や不安を抱えており、患者の人生、恐怖、不安を表した精神世界を進んでいくサイコロジカルホラー。体験版もありますが日本語には対応していませんでした。インサウンドマインドは2021年9月28日リリース予定、日本語対応の作品です。
ジャグラーズテイル。2021年9月30日リリース予定日本語対応作品です。フォロワー数は2088人。人形劇をテーマにした横スクロールアクション。プレイヤーは人形を操る人形師のジャックとなって操り人形である主人公の少女アビーを導いていく。サーカスで曲芸師見習いをさせられていた少女アビーは自由を求めてサーカス団を抜け出し、危険と不思議があふれる世界へと飛び出していく。操り糸につながれたアビーは糸を振りほどき、自らの手で運命を変えることができるでしょうか。ジャグラーズテイルは2021年9月30日リリース予定日本語対応の作品です。アストリア・アセイディング。2021年9月30日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は2629人。ターン制バトルで展開する王道 RPG。FF の制作員を携わったスタッフを迎えて制作された王道ファンタジー RPG。本作の舞台となるのは多種多様な種族や生き物が存在し、古より12の獣が住むとされるオルカノンと呼ばれる世界。プレイヤーはオルカノンの平和を守るために選ばれた8人の英雄で構成されるデゴミットを操作して、平和な世界オルカノンを混沌へと陥れようとするノイズと呼ばれる未知の脅威と世界の運命をかけて戦っていく。8人の英雄たちは独自にスキルを持っているほか、20種類のクラスによって戦闘方法をカスタマイズ可能。5つの都市と20以上のダンジョンがあり、モンスターは200種類以上が登場。プレイ時間は50時間以上想定しているとのことです。運命と犠牲がテーマの大人向け JRPG ということなので、かなり壮絶な物語が展開していくような気がして興味がそそられますね。アストリア・アセンディングは2021年9月30日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ガスステーションシミュレーター。2021年9月16日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は7890人。ガソリンスタンド運営シミュレーター。砂漠のど真ん中でハイウェイ沿いのガソリンスタンドの運営を体感できるシミュレーター。放棄されていたガソリンスタンドを購入し、壊れた備品を修理し、店内を改装して給油や売店で利益を確保していく。稼いだ資金で店内の備品を購入したりアップグレードして巨大ガソリンスタンドを目指す。仕事はシンプルで、給油作業、レジ打ち、故障車の修理など次々にやってくるお客さんをさばいていく。体験版もあるので、ご興味ある方は遊んでみてはいかがでしょうか。ガスステーションシミュレーターは2021年9月16日リリース予定日本語未対応の作品です。ゲームデック。2021年9月17日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は12895人。VR 世界で起こる事件を追うサイバーパンクな探偵 RPG。プレイヤーは22世紀のバーチャルワールドの中で起こる事件を解決する探偵ゲームデックとなり、発生する事件や犯罪を解決していく。ちなみにゲームデックとはゲームとディティクティブを組み合わせた造語でゲーム探偵という意味らしいです。 RPG といったジャンルですが、戦闘はなく、キャラクタークリエイトで選べる主人公のバックグラウンドや30以上の職業から何を選択するかでスキルツリーが異なり、使えるスキルが決定されるということです。 NPC とのコミュニケーションや獲得した知識を通して様々な行動を起こし、その選択によって物語が分岐していく。事件の解決策も一つではなく、各状況を様々な角度から見ることで複数の解決策が用意されているとのこと。ゲームデックは2021年9月17日リリース予定日本語未対応の作品です。ワールドウォー Z アフターマース。2021年9月21日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は11307人。大人気コープゾンビシューターの続編。大量に押し寄せるゾンビを相手に最大4人の協力プレイで対抗する協力型のシューターゲーム。プレイヤーは8人の生存者から1人を選び、 AI キャラクターを仲間にしたソロプレイまたは最大4人のプレイヤーによるコーププレイで戦いに挑む。ゲームシステムに大きな変更はなく、新たなロケーションの追加、新キャラクターや武器の追加などがメインです。一人称視点モードの切り替えを搭載し、クロスプレイにも対応。独自技術オードモード XL もアップデートされ、これまでより数百体も多いゾンビを1画面に表示できるとのこと。ワールドウォー Z アフターマースは2021年9月21日リリース予定日本語未対応の作品です。アウェイ・ザ・サバイバルシリーズ。2021年9月28日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は9381人。フクロモモンガのサバイバルアクションアドベンチャー。
一匹のフクロモモンガとなって異常気象に見舞われた未来の地球で厳しい大自然を生き抜いていくアクションアドベンチャーです。物語は幼いフクロモモンガがハゲタカに連れ去られて離れ離れになってしまった家族を探して旅をするといったストーリー。弱肉強食の自然界を生き抜くには自分よりも強いのか弱いのかを見極め、鋭い判断と決断力が重要になってきます。行動がナレーションにより説明されるというドキュメンタリー番組のような演出で物語は展開。フクロモモンガの目を通して空を滑空したり美しい大自然を探検しましょう。アウェイ・ザ・サバイバルシリーズは2021年9月28日リリース予定日本語未対応の作品です。ニューワールド2021年9月28日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は25万7269人。Amazon が開発を手掛けたサンドボックス型 MMORPG。アメリカの西部開拓時代の世界観をベースに描かれ、アテルナムと呼ばれる島を舞台にしたサバイバル MMORPG。ゲームシステムは自由度が高く、モンスターと戦うもよし、素材を集めてクラフトするもよしで、さらにプレイヤーは各町に住居を構えることもできるなど、コンテンツが多く、それぞれのクオリティも高いようです。武器は剣、盾、弓など、近代的でリアル思考のゲームと思いきや、魔法やテレポートなども存在するファンタジー MMO みたいです。従来の MMO と同じように PVP やギルドがあったり、クエストをこなして自身を強化していくといった内容。キャラクターの成長システムはレベルやスキルのポイントを割り振りするタイプみたいですね。ニューワールドは2021年9月28日にリリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で9月下旬にリリース予定とされる面白そうなゲームを紹介していきました。新作はどれもね、彼も面白そうに見えますね。体験版でポーションクラフトアルケミストシミュレーターをね、遊んでみましたけどね、コツコツ錬金していくのが個人的には面白かったですね。この先の展開がどうなっていくのか気になります。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。